その晩のことは今でも鮮烈に思い出せる。今から5年前、11歳の俺は親から虐待を受けていた。日常的な暴力はもちろん、飯も食わせてもらえない。本当、いつ死んでもおかしくない生活だった。永遠にも思えたそんな地獄の日々で、俺は彼女、小川あらわと出会ったんだ。愛しめた言葉なんかじゃきっと伝えたい想いを重ねて。コンビニ JK に命を救われた結果。そんな顔されても未成年にお酒売れないんだよね。でも買ってこいって親父が。無理なもんは無理だから帰って。ケチと帰ろうとした俺の手を掴んだ。いた。なんだよ、文句あんの。君虐待されてる？そこからの記憶は曖昧だ。バイト終わるから待ってて。その後、怒りに身を任せ我が家に打ち入ったその人は、あんたらのやってることはな、虐待だぞ、虐待！そう言ってうちの両親と取っ組み合いの大喧嘩。最終的には警察が介入するまでの大騒ぎになったけど、それがきっかけで両親の虐待が公になり、2人は逮捕。俺は叔父の家に引き取られ、下足を離れることになった。それから5年、俺は一度も彼女と会っていない。それでその人物を探してほしいと。彼女は命の恩人なんです。もう一度会ってどうして俺を助けてくれたのか、その理由が聞きたいんです。大丈夫。その事件、風花がズバッと解決するよ。捜査。依頼人さんが持ってきた情報は2つ。本名が小川あらわであるということと、5年前下足でコンビニバイトをしていたことか。情報少ないね。だが探すしかない。それが探偵だ。ネットでの情報収集は千代に任せるとして、俺らは何か当てがあるの？一応な。なんでいい話なの？でも過去5年間の名簿なんて見せられるわけないじゃない。そこをなんとかお願いだよ。情報から推理するに、小川あらわはこの学園に通っていた可能性が高い。だからってそんな個人情報教えられないわ。そんな。そういえば私、先生に用があるの忘れてたわ。どうしましょう。これじゃあ誰かに名簿を見られても全然気づけないわ。しょうがないね。私たちも帰ろっか。違う、盗み見ろっつってんのよ。アホめ。情報収集お疲れ様。すっごく疲れたよ。だが小川あらわの場所が特定できた。本当？それであらわちゃんは今どこに？彼女は小川あらわはすでに死んでいる。今から4年前にな。彼女もまた両親から虐待を受けていた。虐待？死因は内臓破裂による失血死。去年16歳。ちょうど依頼人と同じ年齢だな。そんな。かつて名も知らぬ少年を助けた少女。しかし彼女を救うヒーローは結局現れなかった。両親は児童虐待の罪で逮捕されたが、10年も経てばシャバの生活に戻ってくるだろう。伝えるの？そのこと。当然だ。探偵だから。そうだ。依頼人がそれを望んでいるからだ。真実を。その真実がどれだけ残酷なものだったとしても。小川あらわの居場所が分かった。本当ですか？西区の墓地。小川あらわはすでに死んでいる。詳しい事情はすべてこの紙にまとめてある。聞かせてください。俺にはそれを聞かないといけない義務があると思うんです。そうでしたか。
剛くんは残酷な真実を前にうなだれていた。人道、ひどすぎるよ。待った。ジオ、これ読んで。あらわって、まさか。そう、あらわちゃんのアカウントだよ。最悪。なんで私ばっかりこんな目に。彼女の投稿はずーっとそう。周りの人間や世界に対する恨み事ばかりだった。でもね、ある時から彼女の世界は一変する。今日店にボロボロの小学生がやってきた。虐待かなと思ったら案の定。剛くん、君と出会ったんだ。言って柄にもなく喧嘩しちまった。しかも一回り年上のおっさんと。その日以来、彼女の SNS は君の話題で持ちきりだった。あれから1週間、あの子は元気でやってんのかな。今度お店に来たら小学生を見かけるとあの子のことを思い出す。会いたいな。もう少しだけ生きようと思う。せめてあの子にもう一度会うまでは。悲しんだもの。ありがとうございました。剛くんはそうお礼を言って去っていきました。多分あらわさんのお墓に行ったんだと思うけど、これで良かったのかな。それを決めるのは風花でも人道でも、もちろん私でもないけど、良かったとそう思うよ。剛くんは笑っていて、これでいいんだって私も思うんだけど、そう思うんだけどね。それでもやっぱり私は悲しいよ。風花、うん風花はそのままでいいんだよ。その後あいつは小川あらわの墓参りに行ったらしい。私決めたの。探偵になって人の心に寄り添うって。人の心に寄り添うか。面白かった？ねえねえ、チャンネル登録してよ。ダメかな？次会えるのを待ってるね。きっと